皆さんこんにちは。今回はストーブ鍋ですね。ストーブ鍋を最近ゲットしたので、これを使って調理をしていきたいと思います。ストーブ鍋は無水調理ができる鍋なんですけども、これがすごく料理が美味しくできるっていう風に言われていて、実際私も何回かこのストーブ鍋使って料理してみてすごく美味しくできたんですけども、普通のお鍋で作るのとどのぐらい違うのかっていうのをちょっと今回検証していきたいと思います。はい、今回使う鍋なんですけども、こちらストーブのピコココットラウンドの18センチを使います。で、こちら素材が鋳物ホーロー鍋と言いまして、鋳物の素材にホーローでコーティングしたようなものになっています。で、めちゃくちゃ重いです。18センチはそんなに大きくないんですけども、それでもすごく重いので、片手でちょっと洗ったりするのとかはちょっと大変になります。で、食材が美味しくできるって言われている仕組みなんですけども、この重い蓋がですね、しっかりと閉じて蒸気を逃さない、野菜の旨味も逃さない、ちょっと軽い圧力鍋みたいな感じですかね。中に蒸気を留めて、多少圧力がかかるような形になっていると思います。あと蓋の裏にこのピコというポチポチがですねありまして、ここに鍋に蒸気が充満した時にこのポチポチですね、このピコを伝って野菜の旨味が詰まった水分がですね食材に降り注ぐというような仕組みになっています。はい、あと今回使う普通のお鍋なんですが、こちらですね。ティファールさんの普通のお鍋です。普通の鍋は蓋に若干穴が開いていると思います。蒸気が出る穴ですね。こちらも蒸気が出る穴が開いているので、ちょっと蒸気が漏れてしまうので、無水調理ができるとまではいかないかなと思います。はい。ではこのストーブ鍋と普通のお鍋を使って、今回はミネストローネを作っていきたいと思います。サイズもだいたい同じぐらいですので、中に入れる材料の量も、調理時間も全て同じにしてやっていきたいと思います。ミネストローネを作っていきます。入れる野菜は何でも大丈夫です。では水分が出やすい玉ねぎとか、あとトマトとかは入ってるといいかなと思います。で、今回は2つ合わせて、玉ねぎ1個半、あとパプリカ1個、トマト2個、ナス2個、ズッキーニ1本。あとこれセロリですね。こちらを切ってどんどん入れていきたいと思います。同じ作り方をしていればいいと思っているので、ちょっと作り方は結構適当です。野菜の切り方も適当にあります。そしたらお鍋に同じぐらいの量を、こんな感じですね。はい。で、どんどん同じ感じで野菜を切って入れていきます。はい。すべて切ってお鍋に入れました。ギリギリぐらいですね。満杯ぐらいに入れることができました。そしたら塩を少し入れます。同じようにこちらのお鍋にも。それでは火を入れていきます。まず両方とも蓋をします。はい。お鍋全体を温めるために中火ぐらいで10分ぐらい火を入れていきます。同じぐらいで入れていきます。10分ぐらい経ったらストーブから蒸気が出てくると思うので、蒸気が出たら弱火に切り替えていきたいと思います。こちらのティファール鍋の方はじゃんじゃん蒸気が出てっています。ストーブの方はまだ蒸気が出てないんですが、もうちょっとしたら出てくると思います。見えますかね？ここら辺で蒸気がちょっとずつ出てきました。はい。ストーブ鍋が温まったということなので、一回かき混ぜて弱火に変えていきたいと思います。
今時点の2つの違いなんですけども、やっぱりこっちはすごく水分があるなっていう感じですけども、こっちはストーブ鍋よりは水分が少ないかなというような感じですね。はい。では、水分が飛ばないように、蓋を閉めて、もう一度ストーブの中の温度が温まるのを待って、蒸気が出たら弱火に切り替えていきたいと思います。はい。ストーブ鍋の方から蒸気が出てきたので、両方とも弱火に切り替えます。本当はこの一番小さなコンロで、ごくごく弱火にしたかったんですけども、ちょっと同じ条件でやりたいので、ちょっとだけ火は強いかもしれないですけども、この状態でやっていきたいと思います。では弱火にしたので30分くらい、このまま放置していきたいと思います。はい。では30分経ちましたので、火を消しました。で、こちらですね、この分厚いお鍋は、すごく保温性が高くて、火を消しても調理が進むので、今回は10分ぐらいですかね。このまま置いて、余熱でまた火を通していきたいと思います。はい。では余熱調理も終わったので、完成ということで、では実際に食べていきたいと思います。まずは開けます。こんな感じです。こんな感じですね。汁もありますが、ちょっと火が強かったかな、やっぱり。ちょっと前回、こちらのコンロでコトコトやった時よりも水分がちょっとなくなっちゃっています。でも今回比較なので、同じ条件でやったということで、これで食べていきたいと思います。で、こちらはこんな感じですね。やっぱりもう、ないですね。ほとんど水分はないです。こちらの方がまだ水分が出てきています。あるかな？はい。で、ちょっとこの状態だとミネストローネというよりもラタトゥーユみたいになっちゃっています。で、ここにちょっと水分を少し足してミネストローネにしてもいいと思いますが、ちょっとこのまま食べてみたいと思います。はい。こちらの右側が普通の鍋で調理したもので、左側がストーブで調理したものになります。では、このままちょっと食べ比べてみたいと思います。はい。では、こちらが普通のお鍋で作ったもので、こちらがストーブで作ったものです。食べていきます。普通の方から。あんまり変わんないいや、でも、一回ストーブで前ミネストローネ作った時にもうちょっと水分がいっぱい入れて、ちっちゃい方のコンロで、やったので、火力がより弱火でできたので、蒸気逃さずに作れたっていうのがあるかなと思います。で、今回ちょっと弱火は弱火ですけど、その弱火の中でもちょっと強かったみたいで、蒸気も結構出ていってしまって、あんまり差が出なかったかもしれない。どうしよう。この動画をちょっと出すか悩んでます。おかわりしていきました。もう一回、人参対決をしたいと思います。普通の人参。
トーブの人参。どっちも美味しいんですよね。別に。ちょっとこの状態で食べたらわからないので、ミネストローネになるまでお水を足して、で、火をちょっとつけて、温めてから、それも食べてみたいと思います。はい、ではまたおかわりしてきました。今度は水分量を増やして、もうちょっとミネステローネっていう感じにした状態で、ちょっとスープとかの味も比べてみたいっていうふうに思います。ではまず、普通のお鍋で作った方から。いただきます。一応違いました。はい、一応違います。こちらの方が、なんかこう水っぽくて、コンソメとかそういう調味料を入れたくなる味です。こっちはこのままミネストローネでいいかなっていうような味ですね。ちょっと薄いので、塩ちょっと入れるってもいいかなとは思うんですけども、野菜の旨味とか甘みは感じるお味です。なんか後味が、こう、旨味が残っていく感じと、なんかあれ水っぽく終わる感じっていうのですかね。なので、やっぱり旨味がギュッとしているのはこっちの方なのかなと思います。で、同じ条件でやった時はこうなりました。で、さらにストーブは本当にごくごく弱火で、火を入れるともっと水が出ました。動画発生する前に自分で作った時はもっと水が出て、水を足さなくてもミネステローネになるぐらい水が出たので、本当にごくごく弱火で入れるとさらに味がギュッとして美味しくなります。で、時間がないときはコンソメとかでシャシャッと作っちゃっていいと思うんですけども、やっぱりコンソメとかそういう調味料はですね、添加物がたくさん入っていますので、添加物もあまり取りすぎない方がいいっていうふうに言われているので、健康を気にしている方とかはですね、ぜひいいお鍋を買って、ゆっくり弱火で火を通して、素材本来の旨味を使って美味しく食べるっていうのをお勧めします。はい。はい、今喋りました。もう一回食べてみます。本当に今の感想が合ってるか。もう一回やります。ちょっとやっぱり物足りないですね、こっちは。こっちもそんなに味は濃くないんですけど、後味がその野菜の旨味とかを感じる。これは結構違う。全然違いますね。さすがにちょっと高いだけありますね。野菜の旨味がすごく感じられたのは、ストーブの方でした。はい、ちょっとごちそうさまでした。はい。で、今日ストーブと普通の鍋で作ったらどのぐらい味が違うのかというのを検証したんですけども、全く同じ使い方をして、ミネステローネをお水を足して作った場合は、ストーブで作ったミネステローネの方が甘み、旨みが感じました。で、普通のお鍋で作ったミネステローネは、コンソメキューブとか、ブイヨンとか入れたいなって思う感じですね。物足りない水っぽいような味になりました。なので、やはりストーブ鍋だったり、同じように無水調理ができるような鍋ですかね。美味しく調理をできるのかなというふうに思います。で、ただ何回も言ってますけども、以前さらに弱火で作った時は、蒸気が全く生まれてこなくて、もっと水分が出てきて、もっと味が濃くて、もっと美味しくできました。なので、やっぱりストーブ鍋買おうか迷っている方は、かなり弱火でやらないと、ちょっとあんまりストーブの良さが活かせないっていうのは、覚えておいていただければと思います。
IH とか、ガスコンロとか、いろいろなタイプのコンロを使ってると思うんですけども、例えば私が使ってるガスコンロは3つあって、一番奥の小さなコンロで弱火にするとかなり火力を抑えることができるタイプなので、今後ストーブを使うときは、メインでこちらのトロビでやっていこうかなと思います。で、その火力が小さく出る調節できるコンロがない場合は、ちょっと私も実際にいろいろ商品買ってみて試したわけではないんですけども、ちょっと背が高い五徳を買ってみたりだとか、そういうのでちょっと弱火にできる環境を作ってからストーブとかを迎えた方がいいのかなと思います。で、私はだから今回この検証するまでは、普通に一番小さなコンロで一番弱火で調理してて、美味しいと思って、それを検証しようって思ってやったんですけども、その火力が相当大事っていうところが今回、ちょっと予期してないぐらいそこが大事なんだっていうことが分かりましたね。なのでちょっと火力をかなり弱くできる環境を作るとか、ちょっとそういうところをちょっと踏まえた上で買った方がいいと思います。力が発揮できないとね、もったいないので、結構高いお鍋なので、安いものではないので、最大限にそれを活かせるようにした上で使っていただけると良いと思います。で、今後ストーブ鍋を使って無水カレーを作ったりとか、自分でやっていこうと思っていて、すごく美味しくできるやり方があれば、そういったものもご紹介していきたいと思います。はい、それでは、ちょっとすごい希望通りの答えではなかったかもしれない。私は特になかったんですけども、ちょっと正直なレビューということで、ストーブ鍋と普通のお鍋で調理したら、どのぐらい味が変わるのかという動画でした。はい、この動画が良かったという方は、チャンネル登録といいねボタンをよかったらお願いいたします。はい、では今日の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。これとこれの違いです。いや、伝わらないな。いや、伝わらないですね。いや、でも結構違うと思います。結構火力が違います。ちょっと切りますね。危ないので。そもそものこの直径が結構違うので、火力が全然違うと思います。こっちだとストーブの実力が発揮できるぐらいのとろ火になって、こっちだとちょっと実力発揮できないかなぐらいの火力です。なのでちょっと五徳を大きくするとかちょっと工夫しないといけないのかなと思います。